皆さん、こんにちは。サックスプレイヤーの荒川物です。いつもたくさんのコメント、高評価、ありがとうございます。前回、3万円の楽器ってどうなのっていうところをお話ししたので、じゃあ今度は逆にいい楽器ってどうなのっていうところをお話ししていきたいと思います。大体ですね、サックスのメーカーは、セルマーっていうフランスのメーカー、ヤマハ、日本のメーカーですね、柳沢。この辺りが結構メジャーどころかなと思います。クラシックだとこの3本なんですけど、ジャズとかだとまたちょっと他にもね、キャノンボールとかカドーソンとかいろんなメーカーがあるんですけれど、とりあえずは柳沢の楽器を比べさせていただきたいと思います。まず1本目は前回の動画で紹介しましたこちら、サウンドハウスのオリジナルプレイテックの PTAS200、お値段なんと税抜き23,800円になります。3万以下の楽器ってどうなのっていうところを前回の動画で説明したんですけど、まだ見てないよっていう方は概要欄にリンク貼っておくので、よかったら見てみてください。で、この楽器といい楽器ってどのように違うのっていうところを今日はお話ししていきたいと思います。その比べる楽器1つ目がこちらです。柳沢の WO1 番という楽器です。これはですね、艦隊が真鍮でできているタイプで、クリアラッカーがかかっております。一番スタンダードなモデルって言っても過言ではないですかね。で、1番と2番っていうのが柳さんにはありまして、1番がイエローブラスですね。で、2番がブロンズブラスと呼ばれているものになります。他にも10っていう機種だったり20っていう上位機種があるんですけれど、まずは柳沢の一番、安いって言ってもこちらがお値段28万5千円になるんですけれど、こちらと比べていきたいと思います。そして、いい楽器ってどんだけいいのっていうところをお話ししたいので、こちら柳沢の最高峰です。 WO37 の PGP でございます。なんて美しい、本当に綺麗。そしてちょっとずっしりしますね。こちらは艦隊がシルバー銀でできておりまして、その上にピンクゴールドのメッキをかけております。なので形としては先ほどの1番じゃなくて10っていうその上位機種と同じ設計なんですけど、その上にさらにピンクゴールドのね、この美しい仕上げをしております。この3本を比べていきたいと思います。ちなみに比べるにあたって条件としましては、私のいつも使っているマウスピース、リード、リガチャを使うっていうところですね。なのでマウスピースはテッドクラムのクラシカルの5番、そしてリードはダダリオの2のハード、ジャズセレクトですね。そしてリガチャはウッドストーンの金メッキ GP を使っていきたいと思います。そしてすべてこちらですね、クラウドボーカルさんのアイソロチョイスを使ってしっかりレコーディングして音を比べていきたいと思います。
ことでですね、3本比べてみたわけなんですけど、皆さん違い分かりましたか？今回こうやって比べてみたわけなんですけど、結論として値段の違いって何っていうと、まずは音、そして設計、素材がいいものを使っていればいい音が出しやすいっていうのはもちろんあると思いますし、あとは何より設計ですよね。持ちやすいっていうのが本当に重要だと思うんです。持ちやすいってことは指が動かしやすい。指が動かしやすいってことは上達しやすいと思うんですよね。思うように指が動かないことって思ってる以上にストレスだと思うんです。比べるね、ものがっていうところもあるかもしれないんですけど、やっぱりプレイテイカの楽器ってすごく持ちにくいんですよね。だから指が動きづらいっていうところもあって、音と音を滑らかにつなげようとしてもなかなか叶わないっていうところがあります。それに比べて柳さんの WO1 番だったり37っていうのは持ちやすく作られているんですよね。フィットしやすい。そして指を置いた時に力を抜いた指の形に合ってるかどうかって大事だと思うんですよね。安い楽器になると痛いところが結構多くて、こうやって構えて吹く時に右手の親指のこういうところがすごく硬いんですよね。痛い感じがします。でそれに比べてこう柳さんの楽器とか見てみると、ここのサムフックの部分がまっすぐ曲がってるんじゃなくて斜めに曲がってるんですよね。で右手をこうやって曲げた時にちゃんとフィットしやすいようにできていたりだとか、オクターブキーとサムレストの部分がちゃんと真っ平らになってるから、オクターブキーが押しやすくて高い音とか低い音っていうのがパッと出てきた時に動かしやすいっていうところが一番あるかなと思います。設計の他に素材の違いっていうところもあると思うんですけど、同じイエローグラスのプレイテイクと柳さんの W1 番でも全然違うわけですよ。もう指が動かしやすいっていうところは置いといても音の通りが全然違うんです。やっぱり安い楽器って入れた息が 100% で音になってないなっていうのをすごい感じるんですね。なんか壁があって、その壁をどうにか乗り越えて音が出てるっていう感じなので、結構疲れやすいですし、同じフレーズを吹いただけでもストレスが全然違うんですよね。1曲5分間の曲を吹くだけでも全然疲れ度が変わります。なので息の通りがいいっていうのはすごく楽器を選ぶ上で重要かなというふうに思います。3万円の楽器と30万円の楽器なんで約10倍違うんですけど、10倍音はいいですし、息の通りもいいです。予算がないなっていうところはわかるんですけど、本当に上手になりたいんだったら絶対にいい楽器を選ぶべきだと思います。でね、こちらの001番なんですけど、私にとっては抵抗感が少ないんですよね。それでももうちょっと重たい楽器の方がいいので、私個人的には1よりも10とかの上位モデルの方が結構抵抗感があるので好きなんですけれど、初心者の方だったらまず息の通りが一番いいっていうのが最重要だと思うんですよね。だからこの楽器絶対選んでほしい一本かなとは思います。他のメーカーさんでも同じような価格帯で考えるといろいろ出ているので、必ずしもこれっていうことではないんですけど、絶対にこっちの方が長く続けやすいと思うんですよね。まず音を出すにストレスがない。もう本当にこれが大事です。特に始めたばっかりの人ってまだそこまでわかんないよっていう方多いと思うんですけど、音が出しやすいっていうのが上達の第一歩だと思うんですよね。そもそも音が出なければ練習しようがないんですよ。楽器って難しかったなと思って練習をやめてしまうとか、楽器をやめてしまうっていうことが多いと思うんです。今回3本比べてみた中ではやっぱ WO ね、1番が息通りはめちゃめちゃいいんですよね。楽に音が出せるっていうところでは一押しですかね。これでもちろん十分ではあるんですけど、もっともっと音を追求するのであれば、やっぱりね、このピンクゴールドの楽器が本当にいいと思うんですよ。艦隊としては001番に比べるとやっぱりどうしてもね、銀なので重たいんですよ。もちろんその重量自体が重いですし、吹き込む時にも吹奏感、抵抗感っていうのはあるんですけど、その抵抗を抜けた先に出てくる音はめちゃめちゃいいんですよね。同じ抵抗がある安い楽器とは大違いなんですよ。安い楽器の場合って抵抗を乗り越えてもそこに何もないんですけど、こういう楽器の場合は抵抗を乗り越えた後にめちゃめちゃいい音が待ってるので、その分頑張ってもいいかなっていう感じはします。ただ抵抗があるって言っても同じタイプの疲れ度じゃないんですよね。こっちの方がぐっと力が入る部分もあるんですけど、よくわかんないけど高い壁があるっていうわけではなくって、ちゃんと壁の高さも見えているので、どのように息を入れてどのように体を使えばこのぐらいの音が出るっていうのがすごく想像しやすい抵抗になります。しばらく楽器をやった人には別に苦ではないと思うんです。
なので音を追求するんだったらシルバーの楽器っていうのはめちゃめちゃいいですよ。私も欲しい。さらにピンクゴールドメッキがかかってるので、音のまろやかさというか滑らかさというかキラキラ度が全然違ってくると思うんですよね。柳沢のこっちの001番の方でももちろん音はいいなっていう印象なんですけど、ツヤ感みたいなのはやっぱり150万の楽器っていい音するんだなーっていう風に思います。普段私が使ってる楽器が50万ちょっととかなので、あと2本買えちゃう額ではあるんですけど、これを持ったことによって自分がストレスなく本当に出したい音が出せるっていうところではいい楽器ですよね。とはいえめちゃめちゃ高い楽器ですので、なかなかね手を出せる方はいないかもしれないんですけど、使ってる方は大事に大事に使ってあげてください。ということで今回は楽器の吹き比べしてみました。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンを、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。 Twitter もやっております。ぜひフォローお願いいたします。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。1本目の楽器は柳沢の001番、お値段税抜き28万5000円の楽器でした。2本目の楽器はプレイテック PTAS200 23,800円の楽器でした。3本目の楽器は柳沢 0037PGP お値段148万円の楽器でした。